な等曲で、曲等また等で合気道でよく見せる技が、これ進み落として大きくなるんですよ。これですね。これはでもまた円が大きいので、これじゃなくて叩きすぎます。重い。なるほど。これをシステマの呼吸でって言ってもね、これって痛いですか？これは今だったら合気道の剣ですから畳バーンと叩いてるので逃がしてます。そうですよね。はい、思い切りやってないです。畳叩くことでズバーンが合気道。でも先生、システム的にはあんま受けるってないですよね。あんまり反対しないですね。そうなんですよね。あんまりしたいとね。っていうのはやっぱ戦場だから、例えばここはアスファルトだったらあんな受け取れないですよね。そうそういうこと。ゴロッとなっちゃう。なんかこれ投げられてるところも腕も持たれてるわけですから。腕持ってるのでだから逃げれないですよ。逃げないです。これむずいよな。これ難しいきます。いきなりじゃあ強みになるんです。最初ゆっくりいきます。一回ゆっくり。そうです。形は危ないと危ない。そうです。ゆっくりこういう感じでね。そうそう。それを体を私が沈み込んでいくので。そうなるよな、絶対に。こうバーンじゃなくて、ここでこうするしかないんだ。お願いします。いきます。どうです今の？いや、逃がしてます。投げた時にわかります。今のね。うまく減量します。今の。今通ってます。ちょっともう一回です。はい、いきます。なるほどね。こうで行くしかないかもしれないです。足で取ってます。行くしかないと思うし、最悪。めちゃくちゃちゃんとやってるじゃないですか。そして呼吸止めてないですね。呼吸止めないです。武術の上級者みたいな受けるときに呼吸止めないです。はなぜかというと受けるときに固まってるのが一番危ないです。そうするともう硬いものをバーンとみたいな。柔らかいとこれなんですよ。はい。バーンって時柔らかいです。そうですよ。そうでしょ。すごい。本当そうです。ちゃんとやってましたよね。いいですね。プライベートですね。リッチにやらせて。今度ですね、また違う投げ。投げ？はい。これですね。じゃあ大きく下投げって肩をひねるんだったらまたこれも別の話で、これを肩ひねります。そうじゃなくて肘を固定しながらかけてます。肘決まってますね。もう一回いきます。はい。ちょっと危ないんですけど、肘しっかり固定して叩きます。これだな。これもやっぱり先生的にやっぱこう固まってるから受ける取らざるを得ないですよね。これは受けの人が固まってたら肘関節決まってるので危ないです。危ないですよね。逃げる。はい。ただ南川さんのさっきの受けを見ると固まってないので逃げる。本当ですか？先生、僕のこと何を思ってますか？ただの芸人ですよ。本当ですか？最強システム芸人じゃない。それ先生が言ってるだけなんですよ。誰も言ってないですよ。先生が言ってるだけです。先生が言ってるだけですか？新宿のチャンピオンだから。新宿のチャンピオン。サンボの70キロから80キロ級のチャンピオンじゃないですか。俺一人でやったんですから。一人でやったんですよ。ちょっとで形だけ上がらせて。そうでしょ？こうでしょ？これ危ないです。こうです。真下にそうこうですよね。決まってて、ここに取るしかない。そう。でもそれをシステマ的に。システマ的にってどう普通だったらこうそう叩き叩いてみたいな。畳で逃げやするんですよ。投げられっぱなしだったら丸まるんですけど、ここ決められてるからもう正直無理なんですよ。どうしたらいいのかな。緊張感走りますよね。もう一回ゆっくりしてもいいですか？こうでしょ？でこうですよね。どう僕で。なるほどなるほどなるほど。でもまあこういう技だと思う。そうね。どうするんだ。こうです。この時点ですよ。やばい。この時点ですよ。やばい。正解にしちゃう。
誰かさんにやられてる。教えてくださいよ。柔らかいさ。いいところに。あれは叩きつけれないとやらないの。ちょっと待って、今の向けてください。こうでしょ。できるのか。こうでしょね。やっぱ無理っすね。なんかこうこう行こうとした時になんていうの、頭が先いっちゃうんです。僕やっぱ頭が。先生もう一回完全に頭打ってます。大丈夫です。大丈夫。慣れてる。ああ、そうなんだ。ここで受け流します。横で受け流すんだ。真下にこうじゃなくて。はいはいはい。こう行くんですね。それができるのです。ゆっくりいきます。こうでしょ。こうでこれ耐えてて。でこのままこう行ってこういうことですね。こういうことか。行きましょうか。これでいきましょう。回して。こうでしょ。どうですか。こうでしょ。どうですか。完全に叩きつけないから固まるはずなんですよ。でも横に来たので、ローリングマン。ローリング。さすが最強的なゲームです。頭強打しました。じゃあまた違う投げ技。まだ腰投げ、合気道は腰投げが。はい。こういう痛いのがあるんですよ。今これはあまり痛くないように相手の腕をゆっくりとここから引きつけてるんであんまり痛くないです。柔道でいう背負い投げです。今回は最強システマ芸人ということで引き付けしないで落とそうかな。引き付けしないで、それやってみてくださいよ。一回引き付けしないで。引き付けしないとちょっと痛いので、これ低いと痛くないですよ。そうですよね。これ痛くないですよ。かかとを出していないので。なるほど。乗っかると。そうです。はい。了解です。ゆっくりです。ゆっくりですか。まず基本はですね、皆さんここを持っていただいて、ずっと持ってください。はい。で、こういうことで、そうすると、こういうことね。こういうことね。この引きがある、上の引きがあるから痛くなる。痛くなるんですね。痛くなるってことですね。でも痛い場合は、痛い場合はゆっくりしますね。こうして、ここから私がいなくなります。いなくなりました。こうですね。なるほど。こうですね。なるほど。こうですね。なるほど。はい。なるほど。私がいないので。なるほど。自分がいないんはい。いないので、その下に。何が違うの？ああ、確かに。さっきは掴んでってるので、柔らかい設定。さっきは柔らかい。こうですね。こうですよね。さっき痛いのはいないんです。いないですね。トントン落ちるので。トントンします。ほんまに。それがこう飛び込むとまた飛び込むなくなっちゃうっていう。これをシステムシステムってさっきからずっと俺システムってできてないですか。できてない。俺システムでって俺システム先生の前で俺もシステムでって俺普通に言ってるけど違うから。俺達人でも何でもないから。達人への道ですよ。これは達人への道ですよ。でもちょいちょい言っとかんとこれここだけ切っとってみてまた何かが明らかなこと言ってる怒るぞっていうやつが出てくるから。最強システムゲームの道に道につなぎたい。じゃあ実際やってみましょう。そうですね。そうですね。はい。もう一回ゆっくり。もう一回ゆっくりです。で、こう持っていいですよ。持っていいですよ。はい。持ってでこうですね。そう。ここは私だけやりますから。いや落としますよ。これ落とすです。次落とすですね。これこうしてでこう持って。これか。なるほどね。なるほど。今すぐ足が上手です。そう。そうですね。もう一回いいですか。はい。もう一回です。これいなくなるやつですね。はい。いなくなるやつですね。これしかないと思うんですよ。でも逃がしてます。あ、いろいろ来ました。そうです。先生の方。こちらはい。
て、おお。両手触ってる。そうなんですよ。怖いですね。怖いですよ。これがいないから。はい。そういうことだ。大丈夫です。いないパターンに行きます。いないパターン。ゆっくりみたいです。ああ、そういうことか。離しちゃうので。はい。そういうことだよね。確かに。そうなると、やっぱ背中で落ちるよりも。でも今先生もちょっと背中で落ちてないので、ダメージ回避だった。そうですね。垂直だとね、ギリにこう面積広げるそうですね。合気道的にはこうやって、もちろん受け身、今の普通の受け身だったらちょっと待って。これが普通の受け身なんですけど、実際には足から隠した方が痛くないです。そうですよ。そうですよ。これなんですよ。俺これだよなと思って。そうですよ。実際そうなってるんですか。そうですよね。わざわざあんな高い投げを受けないですよ。そうよな。それが一番解放。確かにそうだってここがアスファルトだったり、それから正常だったり、足場が悪いとかだったらあんな気味したら痛いだけです。ですよね。いやそうなんです足着地。いやそれしかないなと思ったんですけど、でもできない。いやでも南川さんちゃんとこっち着地になってましたね。まあそうなんですけど。大着地じゃないですか。そうです。でも足でちゃんとできないなこれは。で最後もう一個大きな投げ技もちょっと。本来もし道着あればこういう大きなこう引っ張ってこれがあるんですけど道着ないので、でも両手をしっかり持ってもらうと。なるほど。円を描く動きで。これももに乗ってるんですか。乗ってます。腰に乗ってるのも飛び受けにしないとでも行くしかない。行くしかないです。もう一回見せて。もう一回見せて。もう一回見せて。はい。腰に入って、そして上の首の仮が入って。仮が入る。なるほど。なるほど。逃げれないので、こういう丸い受け身。逃げないですね。逃げないです。このさっきみたいに足着地は無理ですね。足着地できます。できる。やると思えば、はい。足着地できないのやったことないですけど、大きな投げてる。それがすげえ時代だ。それすごいですよ。単純に先生はすごいですね。足着地っていうのは本当はいいんですよね。実際にこう強い投げに対して毎回パンってやるよりも一回投げを立てば反撃も簡単にできる。もちろんそうです。はい。だから柔道の人クルッと立つのが全部受けないですよ。どこに投げたら全部ほとんど受けないですよね。そうですね。ポンと。はい。そうそうそう。次大きい。そうですね。ちょっとこれ練習してみましょう。ちょっと一回ゆっくり。はい。しっかりしっかり。そしてこう。なるほど。足痛いわ。なるほどね。もう一回ゆっくり。こうですよね。なるほど。なるほどなるほど。どの回ですか。はい。なるほど。なるほど。なるほどね。いやこれは立つの無理っすよちょっと。いやびっくりしてる。はい。こうかかってるので腰乗せて。こういう感じですね。だから持ち手が強ければもっと引っかかります。そういうことですよね。はい。持ち手弱ければ自分で引っ掛けて。これは本当に立てないです。でも立たなくていいですよね。立たなくていいですよね。そう。システム的には先生どういうふうに逃がしますかね。どうですかね。どうやって逃がします先生これ。これで、僕は投げられ。はい。投げるときこう、本来は後ろ受け身でこうやるんですけど、ただタイを入れるので。そうですよね。それしかないですよね。派生でそういう人がいるのでこういう投げがあるんですよ。腰をこう。うお。
際に逃がさないように逃がさないように使うんで、グッと掴んで腰を入れて、もうちょっとほんまに柔道のねそうそう、柔道にもつながるんですけど、でも柔道と違うっていうのは、両手を掴んで掴んでるからで逃がさないように腰をうわーなるほどなるほどねそしたら逃げる人に対しても伸びて投げます。これはテンパるそうそうそう。テンパりますね両手掴まれてるからテンパる両手掴むのは柔道とは違う。はいでそういう投げに対してこういうシステムをシステムを要求もう自分でいけますよね。はいいますね。投げられる。投げてみます。ああそうじゃあなるほどガブルってやつですよね。やっぱそうですねグッといるしかないともうそれまで力になっちゃうって。そうですよね鼻から。あそうかそうですね大丈夫いいですかはい。こうなるでもこれですね。こうなんですねこれで。もうデーボンですねもうデーボンですねそういうことですよねやるとしたらでもこれが実はガブリ対策も実はある実はあるんですよ。ガブルお願いしますこれはですね、こっちあればガブれないですよ。あうまいっていうのはこの時点で決めてるので、決めてる本来こういう投げもできるし、あとはうわーこれ無理やガブれないですか。やっぱここで入る。はい。ガー最初の人がガブれないように掴んだ時にこう入ってるのガブれがガブれない。無理ですね体が崩れてるのでおまけで、はい。それがガブリ対策。ああだからそこもせめぎ合いですよねそうそうガブれるかガブれないかいやもう普通に技術練習してるじゃないですかただの技です。普通に技術練習してるじゃないですか腰投げ危ないんですよ投げ方にだから引き上げがないとポトンと落としちゃうんです。ああそうそうそう投げる人が上手で、かつ受け身の人がリラックスしていれば全然痛いです。そうですよねでもどっちかが欠けてたら、硬い人だったり投げる人がうまくないと痛いんですよ。勉強なのかな普通の勉強だった腰投げてる上で。あ、そうですね。そう一応投げる前に合気道は体を崩す。崩しが、柔道にちゃんとした崩しがあるんですよ。はいいきなり強い状態、それこそシステマでいう、立った状態で技かけるんじゃなくて、はい崩しがこうしてから横投げるので、ですそう初めて技ができる。いきなりいきなり立ってる状態、強い状態にかけるんじゃなくて、はいここで崩しがあってから入る感じなので、はいそれが両手でもいきなり腰投げなんてできないので、これピュッてこう崩しが入るので、あとおまけでこういうことですよねこう投げる。その最初の瞬間の崩しが一番実際に使うの。なるほどねなるほどいやこれ勉強だった勉強だったなんか本当になんか本当はなんか西中先生もなんか僕がこう投げられてねシステムでなんかみたいな、いやいやでもでも普通になんかやっぱりっていうやってるだけありますよ。投げてると分かるんですよ。こういう武術経験者だとか、しっかり格闘技とか武道とかやってる人って分かるんですよ、触った瞬間に。あ本当ですかあんまり言わないですやってないです俺は本当朝広くやってるだけなんで本当に技術なってますね。まあやってますけど本当に毎日締められてフォロー取りかけてますはい、ありがとうございます。ありがとうございます本当にめちゃめちゃ勉強南川さんの YouTube チャンネルの合気道できます。僕は本当に受け身を勉強したいただただシンプルにそれだけです本当勉強になりました。ありがとうございました。はい。ありがとうございました